最終兵器彼女 DVD ボリューム4映像特典。今回はアニメ制作スタッフの加瀬監督と月野プロデューサーにお話を伺います。最終兵器彼女を見ていましたので、読んでましたので、まさかやれるとは思わなかったけれど、でも面白そうだねっていう話はスタッフ間では言ってたんですよ。これアニメーションになるとどうなんだろうっていうような雰囲気もあったので、これはちょっと毛色の違う、作風の漫画だなと、思ってまして、同じ高橋先生の、いい人の頃から、結構好きではあったので、特に最終兵器彼女っていう、非日常で戦争が舞台で、それでいてもやっぱ中枢にあるのは人間ドラマであると、しかも等身大の、高校生のレベルでの精一杯のあがきっていうのがすごく読んでて伝わってきたので、じゃあこれをちょっと映像化っていうのはすごく興味がありまして、ただ波や大抵の、既存の方法論を当てはめただけではきっとうまくいかないだろうし、通常アニメーションにするとどうしても、実写と比べて、派手なアクションであるとか、そういう活劇が求められたりとか、美少女キャラが求められたりとかするんですが、そうではない人間ドラマを、アニメという媒体でもきっちりやったら描けるんではなかろうか。あとその先生の独特な絵のタッチっていうのがやっぱりどうしても実写ですと再現するのが物理的に不可能なのを、アニメーションなら近づけられるのではないかという無謀な、挑戦をしてみようというところでスタートしました。まず作品の原作の分析を始めて、でどうしても必要な部分、足りない部分っていうのが出てきますよね。そういうところを原作者にとにかくあって、新先生にあって、でつながりがおかしくならないように、話が一本の道に乗れるように作っていきたいと思ってましたので、その辺をすり合わせしながら作っていくっていうところを一応いろいろと書き出していきました。あとキャラクターの薄いところを厚くするための、それぞれのキャラクターに個性を持たせるために、いろいろ考えたりとか、そういうところから始めましたね。2年にわたり連載された原作をテレビシリーズでは全13話でアニメ化。メリットデメリットさまざまな条件のある中、スタッフは何を心がけてアニメーションを制作したのでしょうか。おはよおはよう。基本的に修二と知世の恋愛話なわけですよ、最終兵器彼女のテレビシリーズに関しては。でそれ以外のものっていうのは足されたものであって、ですのでその2人の恋愛話最後まで成就してあげられればもう作品成功だなっていうふうに思ってましたので、とにかく修二を軸にして、で彼が見ている知世っていうのはどういう女の子なんだろう、で彼女はどう考えているんだろうっていうことを全て日記を通して修二が感じる。でそれを日記を読みながら彼が昔を回想していくっていう作品ですので、その2人の気持ちさえうまくいければと思って作ってきましたので、やっぱ主人公たちがそういう大義名分や綺麗事ではなくて、本当に自分の目線で間違ったこともする、で人間の嫌な部分弱い部分もさらけ出して、それでも一生懸命生きていくと、いう部分にすごく共感を受けたものですから、その部分をなるべく、大事にしようと、言ってしまえばフィクションなんですけれども、軽い絵空事にならないように2人の感情線というものだけはきっちりと守って、いきたいと、そんな人間きれい事ばかりじゃないんだよという部分も含めて、きっちり描きたいなと思ったんで、その部分にすごく、固執して、ある種他の部分を切り捨ててもそこを、描いていこうという形でやってみたという感じなんですけど。なんだよこんな時になんか早くお願い、早くお姉ちゃんが呼んで
人間ドラマというキーワードのもと作られたアニメ版。中でも大きなポイントとなったのが第9話明美。スタッフの思い入れも相当強いようです。明美が死ぬところ、やはりここは後半に行くに従って初めて修二が、人の死というものを間近に体感するというとこと、明美の秘められた思いが初めて修二に伝わるという、修二の、やはりターニングポイントになる部分、ストーリー的にも大きく、変わっていく。今まで平和だった町が崩れていくと、ちょうど、その同じ話数の前後で他の鉄であるとかっていうキャラクターもやはり死んでいくというところで、話数でいうと9話が、非常に、力を入れて、ちょっと私もコンテを書いたりしたもんですから、非常に力が入ってます。明美、てめえ好きです。好きだ。ずっと本当は前に出て主人が好きなのって言いたいんだけどっていうような、そういう気持ちを抑えているっていう、そういうところがね、結構じわっとこさせるところだったんだろうなって思いますけれども、いやもうね、絵コンテを描きながらもう泣いてますよ私も修正しながら、絵コンテ修正しながら、もうこう描けないもうこれ悲しすぎるよっていう風な感じで描いてましたね。そして何といっても気になるのは最終回。2人の恋はどうなってしまうのか。最後に少しだけ内容を聞いてみました。で、原作のやはり、後半の質量をどう時間的にもまとめるかっていうのも、ポイントの一つでしたし、映像で見せた場合に原作と同じ表現は取れないと、いったところで、じゃあラストをどうするかというのはスタート時から、実は最終回をどうするかっていうのをまず考えたというのがありまして、でその部分で、もちろん、高橋先生も含めていろいろと、意見がだいぶ人によって違っておりまして、でやっていく中で、方向性だけ決めてとりあえず、前半戦スタートして、原作と違う終わり方をしてるじゃないですか。でも結果的には同じことなわけですね。終わり方としては2人のラブストーリーとして終わらせるっていう表現は違うけれども、で、修二の心の中にずっと実は残っているんだっていうところで終わらせるっていう、そこまで至るまでの間の表現の仕方どういうふうにしようかっていうところで、最終話はかなり考え抜いて作ったっていうところはありますね。バカだよね。人は最後までもがいて、こんなことしなきゃ気が済まんくて。ずっと言ってるんですけれども、とにかく2人の恋愛、あと周りを囲んでいるキャラクターたちのそれぞれの思い、恋愛ですね、そういう愛という形のものが表現されれば私は最高だと思ってましたので、そこに重きを持ってやってました。やはりいろんなキャラクターの、芝居というものをじっくり見ていただきたいというのがありまして、作画的な部分、つまり画面上で見える単に絵の、部分でもちょっとした仕掛けもありますし、それ以上に、役者の皆さんが、熱演していただいたっていう部分がで、非常に13本計算して作られた部分がありますので、最後まで見終わってからも一度見直すとですね、こんなところにこんなっていう、伏線であったり、表現だったりというのが実はそこにあるので、ぜひそういった部分も、一度ストーリーを、見て泣いた後に、細かい、キャラクターの、芝居をもう一度見て、さらに泣いていただければと思うので、ぜひそこの部分を見ていただければと思います。多くの人々が去り、新たなる展開を迎えるストーリー。 DVD ボリューム5には第11話から最終話となる第13話、そして僕たちは恋していくまでが収録されます。感動のクライマックスをどうぞお見逃しなく。